ほら、全然違うくない？はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。ウェルネスオーバー50リカです。今日は皆さんコントワってしたことありますか？私はね、いつも軽くね、コントワ薄い色で全体的にしてるんですけれども、ちょっと前の世代だとシェーディングとか言ってね、私たちね、50代の皆さんが若い頃ってコントワとかね、やってました。舞台とかね、映画とかのメイクアップにはもしかしたら昔からあった技術かもしれないですけど、それがね、私たち一般の人たちに降りてきたのってもう多分20年とかぐらいなんじゃないかなと思います。私がメイクの仕事をやり始めた頃は結構ね、ギャルが出始めっていうかね、もうギャルのテクニックみたいな40歳ぐらいの子たちがね、昔若い時やり始めて、もうね、とりあえず削ってみたいな感じでやってたんですよ。でも大人の人たちってあんまりね、そこまでシェーディング、削るテクニックっていうのをやってなかったんですけど、もうね、ここ最近シェーディング、コントワっていうね、テクニックっていうのはもう一般常識になっております。で、特にね、私はアメリカにいるんですけれども、アメリカでね、一般のお客様にメイクをすることも多いんですよね。アメリカはパーティー大国ですので、普段ね、あんまりメイクとかしたことない人も、そういう時ばかりはね、ちょっともうゴージャスにしたいということでね、ウェディングのね、花嫁さん以外のゲストの方、親族の方ですとか、こっちだとブライズメイドっていうね、花嫁さんにお友達とかが同じドレスを着て、やるけども、そのブライズメイドの人たちがね、お揃いコーデみたいな感じでお揃いメイク、お揃いヘアみたいな感じでね、そういうのに行ったりとかもするんですけれども、お母さん、おばあちゃんみたいなね、私たち50代、60代、もしくは70代、80代の人でもコントはします。はい。若い人たちだけじゃなく、コントはをします。年配の方のコントはっていうのはね、削る、顔をちっちゃく見せるとかね、シャープに見せるっていうものではなくて、顔をリフトアップして見せるっていうね、そのためにコントワをすることが多いです。コントワってね、リフトアップして見せてくれるという効果もあります。なのでね、私は本当に50代、60代、ちょっとね、年齢を重ねて、ちょっとだけここが下がってきた、頬の位置が下がってきた、あとはちょっとたるんで口角が下がってきたみたいなね、そういうちょっとたるみ、下がり気味のお顔に視覚的効果で引き上げてみせる、そういうのでコントワをおすすめします。ということでね、今日はコントワのやり方、リフトアップする見せ方、どう違うのかっていうのね、半分最初にコントワして、で半分はしないでね、それでちょっとね、どういう風に差が見えるのかっていうのをやっていきたいと思います。はい。それではね、コントは何でやったらいいのっていう、まずね、道具からですよね。何でコントはしたらいいのかっていうのはね、結構日本だとパウダーのコントはのね、ものが多いかなと思うんですけれども、前回の動画でお伝えした通り、パウダー、イコール引き締めなのでね、周りをシュシュシュっとすると、シュッとね、ちょっと引き締めて見せてくれるので、それでもいいかもしれません。前回のやつで、私もね、リアルに体験したんですけれども、クリームタイプのものですと、すごいね、塗った感がない。馴染ませちゃえばね、結構一体化して、すごくナチュラルに見せてくれるので、私的にはクリームで軽くコントアをして、その後そこまで濃くないねパウダーで引き締め効果で重ねるっていうのがね、パーフェクトっていうか、私がお客さんにするときはそういう風にしております。ただコントアしたらほんと歌舞伎みたいになっちゃうんじゃないのっていうね、そういう心配の方はどっちか、パウダーでコントアするのか、クリームだけでね、コントアして軽くセッティングパウダーをするのかっていう感じにした方がいいかなと思います。ということで、クリームタイプのもので最初にやってみたいと思います。こういうね、スティックの
ファンデーションみたいなね。これはもうコントゥア用のものなんですけど、こういうね、ちょっと濃いめのものとかがあります。すごいこれも伸びがいいので、一見ね、すごい濃くてね、こんなの使ったら大変お絵描きになっちゃうと思うんですけど、結構ね、伸ばすとすごくね、馴染んでいきます。はい。あとは、こういうクリームでやるときは、こういうね、筆、コントゥア用の筆があります。こっち側はね、ちっちゃい筆で、こっち側がちょっと平べったい筆になっております。これだとね、外側はこういうので濡れて、こっちでね、コンシーラーでちょっとこう使えますよっていう、この2つのね、こういうのがあります。私がおすすめなのは、こういうので塗って、こういう濡れたスポンジちっちゃめのやつで叩いてなじませるっていう感じかな。ということで、ちょっとね、やっていきたいと思います。はい。若干ね、ちょっとちょんちょんちょん。おでこの端、ここはね、こう丸くいくように、こんな感じでやります。あと、チークボーンの、ちょっとこの上、本当にここにやっちゃうと、下がっちゃうんですよ。あと、私もそうなんですけど、この辺がね、ほっぺたが、ちょっとへこんできてる方とかもいるかなと思います。ここのね、たるみが出て、下に溜まってる。ね。どうでしょう？ここが溜まって、ここが落ちて、ここに溜まってる。なので、ここに入れちゃうと、本当にね、全部ドーンって下がって見えちゃうので、上に、このチークボーンの上、ここに、ちょっとね、こんな感じ。試しにね、こんな感じで入れてみます。ね。で、あとは、このフェイスライン。フェイスラインも、ここがボコってこう出てね、落ちて見えてるので、ここはちょっと上に上げたいですよね。なので、この辺、ちょっと内に入れます。ここね。はい、こんな感じ。見えるか。と、ここがね、ちょっと内側に入るようにね。普段だったらね、BPB って引いちゃうんですけど、今回は分かりやすいように、こういう感じでね、ここ、高い位置、あと、フェイスライン。例えば、私あんまりエラないんですけど、エラがある人は、エラのね、ちょっと内側に入れると、エラが削れて見えます。では、ちょっとブラシで、ほら、結構、なくなったでしょ。ね。で、このチークのところも、下にやると、下に下がって見えちゃうので、ちょっと上と、なじませてあげましょう。ほら。どう？結構馴染んだんじゃない？はい、ここもね。ここは線にならないように、私は顎がないので、顎をちょっと出したいので、顎先にかからないように、こう下にね。で、ここはなくしたいので、ちょっと内側に。どう？ね。これだけでもいいですけど、ちょっとこう叩いてあげると、このね、エッジが馴染んでくれます。こんな感じ。どう？さっきと見比べて。ね、ほら。上の方に見えるよね。で、ここ最近のトレンドとしては、ここをあんまり入れないんですよね。ここを結構ハイライトでこう入れると、視覚的にね、白がこう上がって見えるので、
リフトアップして見えるっていうね、そういう視覚効果があります。それにはちょっと明るいコンシーラーを使って、ここにねハイライトを入れて、ちょっとこう上にねこういう四角入れていきたいと思います。これもね、ハイライトのスティックとかそういうのでもいいんですけど、コンシーラー、こういうねコンシーラー、明るいコンシーラー、あんまりねこれ入れすぎちゃうと怖いので、トントントン。あとここへこんでるところ、ここにも上下でこうちょっとね入れてあげます。あとこの鼻の横とか口の横、ここもねちょっとこう、ここね三角地帯、ここ早くしないと、早くちょっと早く乾いちゃうからね、ちょっとこう上に叩いていきます。小鼻がね、ここのくぼみがなくなると、小鼻の張りがなんかね、小鼻がシュッて見えるっていうね、謎の視覚効果があります。どう？うん。ほら。あとじゃあ、ここのね、ノーズ。ここに軽く入れます。あと、ここ、先端のね、私ここ重要なんですよ。あと、ここをね、短縮。で、今、ポインティーにする、なんていうの、アップノーズ気味にするのが流行ってるので、そういう風にしたい人は、ここにもね、一回ちょっとこうワンクッション入れるといいです。ただ、今回はやっていかないです。はい。なじませます。私ね、これね、結構重要。私は鼻が低いので、ほら、だいぶ違くない？でね、今時ここはね、一本につなげないのよ。ここをやって、ここをやってって感じ。ほい、こんな感じで、だいぶナチュラルにね、コントはできてるんじゃないですかね。ほら、なんか、こっちと違うくない？シュッてこうなんか、さらに凹凸をつけようと思ったら、さっきみたいなハイライトをノーズのところにもね、入れていきます。先端と、このほら、だいぶポインティーになったよね。ね、ほら、全然違うくない？こんな感じでできました。そう、あとはね、もうこの辺、目がね、下がり気味な人、ちょっと垂れちゃってる人も、視覚効果でね、ここにハイライトで一筋ね、スーッとこう入れてあげると、ちょっとアップして見えます。ちょっとだけ入れてみるね。ほら、なんかちょっと色が合ってないけど、わざとやったから。ほら、ちょっとスーッと上にね、上がって見えるよね。あとは眉毛の下とかに、スッと入れてあげると、眉毛がやっぱりね、すごく目立ってくれます。ほい、こんな感じ。ちょっとシュッとしてんじゃない？全然違うよね。でもなんかあからさまにやってますみたいな感じにはならないと思う。あとはね、チークの入れ方。チークもちょっと上側にね、
あんまり下に入れるとやっぱり顔が落ちて見えるし、もうコントゥアをここに入れてるのでね、コントゥアのちょっと重なってちょっと上ぐらいに入れます。ちょっとチークも入れてみようか。今日はちょっとリップがピンクなので、ピンクのこのねピンクのやつを入れてみたいと思います。こうやってちょっと、私はこういうスポンジで入れるのが好きなので、まずねスポンジで一緒にこのチークボーンのちょっと上に重なるように斜めに、横に入れなくて下から上にこういくように。ほら、全然違うくない？こっちの方がなんかこの辺に溜まってる気がする。見えるじゃん、こっちに。でもこっちだともう視覚がもうここに行くのよ。フレッシュ。フレッシュ。フレッシュ。ほい。そう。で、私のおすすめは、私は丸顔なんですけど、面長さんの人も結構ね、ここね、広めに入れる。チークをちょっと広めに入れると、そこなにね、面長さんがちょっとだけカバー、ここがちょっとだけ短縮します。あと、クマが結構ひどい方。クマはコンシーラーでね、消しすぎると、ここだけ分厚くなってね、やっぱりシワが寄りやすいので、私はこのね、ちょっとオレンジ味がある色のチークを、わざとね、ここじゃん？結局は。ここにちょっと重なるぐらいのところに入れると、このね、オレンジがこのクマをカバーしてね、そこまでこのコンシーラーで分厚く消さなくても、結構ね、消えて見えます。ほら。視覚がさ、こっちはこの辺に視覚っていうかこう、ドーンって見えて、こっちはこの辺にこう上がって見えるので、やっぱりね、全然ほら、違うくないねえ、そうです。で、うちの人はね、結構コントゥアをした後、結構ケーキにしてね、この辺ね、白くするんですけど、私はそれはね、50代にはちょっと無理なので、ちょっとだけね、パウダー、これリフレクションパウダーですけど、まあちょっとだけ押さえてね。あんまり外側がパンってね、なりすぎないように、これちょっとだけ収まったね、外側をちょっと押さえて、もう全然違うくない？よりシュッとね、タイトになりました。こんな感じです。おう、全然違うじゃん。やっぱりこっちがいいね。シュッてこう上がってる。どうですかね。今私はめちゃめちゃ、まあ時間かけてっていうかね、やったけれども、こんなんね、シュシュシュって、多分パウダーだったらスススってできちゃうので、こっちじゃ、この後パウダーだけでやってみようか。そうしましょう。ほい。でね、今こっち側はクリームを使ってやってみたんですけど、じゃあこっち側はね、簡単にパウダーだけでやっていきたいと思います。じゃあなんか、日本で買ったこれ使っていきたいと思います。これね、私中がもうボロボロになっちゃったので、お見せできないんですけど、これね、3色ぐらい入ってるやつでグラデーションになってて、ね、薄くもできるし、濃くもできるって感じです。軽くね、薄くいこう。必ずこういうところで一回ね、ポンポンポンと落としてください。で、コントゥアする、このフェイスラインするときは、ちょっとこういう大きい筆でね、まずは、このおでこの、でこがね、広い人、このね、生え際あたり、丸くここがなるように削ってあげましょう。で、この頬骨、これもね、こっちと一緒。頬骨の下でなく上にスッスッスッとね、ちょっとだけスッスッと入れてあげましょう。でね、もうここがいらないよっていう人はここも入れてあげましょう。こんな感じ。シュッシュ。で、ここのフェイスライン。私は顎先は抜かして、この辺エリアね。この辺エリアで、特にここ、
ちょっと落ちて見えるので、ちょっと内側に入れてね。もうこの辺はいらねえよっていう感じで。このぐらいでいいんじゃない？はい。それでは、ノーズもね、私はこれぐらいの筆が使いやすいんですけど、こういうね、ちょっとカットされてる斜めにね、こういうノーズ用みたいな、こうフィットしますよみたいな、こういうのでもいいです。今回はね、ちょっとこちらでやっていきたいと思います。薄い色を取ったら、必ずこういうところでね、色を調整してからのせましょう。私はここを入れて、鼻先削る。そして下にちょっとならす。あんまりね、ここを線にならないようにね、入れましょう。すごい。やっぱりね、パウダーは沈んで見えるね。すごいね。効果がすごい。そう。で、ここが、ちょっと、ちょっと内に入れるような感じ。シュッシュッってね。そうしないとここがボーンって見えちゃうので、ちょっと内側に入れて、ここが細く見えるようにね。ほい、こんな感じ。では、ちょっと明るいハイライトを入れていきたいと思います。もう私はちょっと明るい、この色で入れてみます。この辺の色でね、入れてみます。おでことかのハイライトはちょっとふわっとしたこういう筆で入れてみましょう。これもね、このおでこが丸く見えるようにしたいので、この辺が一番明るくて、だんだんね、ふわっとこうグラデーションになるように。で、目のここもね、さっきのこっちと一緒、ちょっと上目にこう入れてあげます。で、ここもへこんでるところに明るいね、色をちょっと入れてあげましょう。入れすぎたら、この辺。ほい、こんな感じ。いいんじゃない？こっちパウダーだけですけど、やっぱパウダーだけだとね、タイトになるね。チークを入れていきたいと思います。チークをね、若干ピンクっぽいパウダーで重ねるような感じ。これも横とか下すぎない。このちょっとチークボーンの上、さっきのコントゥアに若干重ねるような感じで入れてあげましょう。ほら、どう？こっちとこっちちょっと質感が違いますけど、こっちはパウダーで仕上げて、こっちは、クリームだけで、リキッド系のものだけで仕上げました。ほら。揃ったね。やっぱりこれもこっち側がちょっと上にね、見えるよね。どうでしょう。そんなにね、難しいことはないと思います。ただ、今まで使ったことがないものだと、道具をね、揃えたりとか、そういうのがね、あるかなと思いますけれども、ドラッグストアとかでもね、いっぱいコントゥア用のパウダーですとか、売ってますので、そういうのね、1個あると、こうやってね、ちょっとした時に、あら、ちょっと今日顔が下がってるわ、みたいな時に、こうやってね、リフトアップできます。だいぶリフトアップしたんじゃないでしょうかね。コントゥアはね、顔を削るというものだけではなくて、やっぱりリフトアップね、50代の強い味方ですので、ぜひぜひ自分のね、毎日のメイクアップに簡単に取り入れてみてください。もう本当にね、おすすめです。ちょっとね、張りを出すとかね、クマを消すとかいう、そういうね、作用もあるんですよ。なので、そういうのをね、使ってみて
このベースメイクがね、厚ぼったくならないように取り入れてみてください。はい、そんな感じでね、皆さんのお役に立てるアイデアになるかと思うので、ぜひぜひ真似してみてください。それではこの動画が役に立ったなと思った方は、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。バイバイ。